DIY 教室はめ込み式木質フローリングの幅定規を使った詳しい施工方法。ウッディボードフロアはボンドや釘を使わないはめ込み式の DIY 床材です。ベース層は木の繊維が主原料のハードファイバーボード。木目プリントとエンボスが一致したリアルな表面デザイン。木質なので木工用の工具で加工可能です。はめ込み方は長辺と短辺でそれぞれ異なります。長辺はまず斜めからサネを合わせて奥まで差し込み、そのままゆっくり床に下ろします。短辺は上からサネ部分をぴったり合わせて手で押してはめ込みます。施工するときは床材の長辺を横にしてサネが大きくはみ出た方を必ず左側と手前側に向けます。右奥の角から敷き始めて左に向かって1列が終わったら次の列へ進み右から左へと繰り返します。こちらの道具を使って DIY します。この既存の平らな床面に敷いていきます。敷く下地はきれいに掃除しておきましょう。今回は列ごとに半分ずらすレンガ張りで施工します。中心から均等に割り付けることで全体のバランスが取れて見栄えが良くなります。部屋の形状や壁の凹凸に合わせてカットするためにこの床材専用の幅定規を作る上級者向きの施工方法をご紹介します。まず貼る床面を測って中心線を引きます。縦横とも複数箇所を採寸して真ん中に印をつけ、つけた印を結んで線を引きましょう。1列目と2列目の継ぎ目を中心線から測って敷く目安となる基準線を引いておきましょう。1列目は左右と奥の端をカットしますが、まずは左右の端をカットして基準線に合わせて2列目の位置に仮置きします。今回中心にしっかり合わせたいので最初の列の仮敷きだけ中心から置いていきました。中心線と基準線に表面の端を合わせて1枚を置きます。右から左につなげる場合は上からサネを合わせてはめ込みます。左から右につなげる場合は短辺のサネをスライドさせてはめ込みます。続けて左右に列をつなげていきます。端のカットが必要になるまで進めましょう。左右の端は測ってカットします。床材表面からの残り幅を測って床材に印をつけましょう。機材は木質のハードファイバーボードなので木工用の道具でカットすることができます。電動工具を使えば施工スピードがアップ。壁際の凹凸に合わせて加工することができます。切り口はヤスリをかけてきれいに整えましょう。カットした左右の端をはめ込んだら1列目の仮置き完了です。この仮置きは1列目の左右をカットして床材1枚分ずらした状態なので壁際から1枚分ずらしたところが1列目の実際の壁際になります。この1枚分の幅を測るための幅定規を作ります。壁際のカットなどで余る端材を約20センチに切り表面からはみ出ている長辺側のサネをカットすることで床材1枚分の表面の幅で測れる幅定規ができます。作った幅定規の表側を下に向けて奥の壁際に沿わせながら仮置きした1列目にカットラインを引きます。
柱などの凹凸がある場合も幅定規を使えば形を合わせることができます。同じ配置で戻せるように番号を振っておきましょう。仮置きした1列を取り外して引いた壁際の線に沿ってカットします。壁際に合わせてカットしたことで1列目を割り付け通りに敷くことができます。右端から本来の位置に敷いていきましょう。この時奥の壁際に合わせるというより基準線に表面の端を合わせるように置きましょう。続けてサネを揃えてはめ込んでつなげます。継ぎ目の表面が少しでもずれていたら直しましょう。触っても凹凸がわからないくらいぴったり揃えます。同じようにサネを合わせてつなげていきます。1列目では壁の凹凸に合わせてカットした場合継ぎ目が狭くなると歪みが生じやすくなります。次の列をはめ込むことで歪みが解消する場合もありますがカットした端が壁に当たって歪みが解消できない場合は壁際を削って調整しましょう。前の列に歪みが生じるとそこから波及してそれ以降ずっとはめ込みにくくなってしまうのでできるだけ早い段階で気づいて戻ることが大切です。左端まで敷いたら1列目の完了。2列目以降は右端を割り付け通りにカットしてから前列の長辺のサネに斜めに差し込んで右にスライドさせて右の壁際に突きつけます。手前側を落としてはめ込みましょう。2枚目以降も前列のサネに差し込んで右にスライドさせ短辺のサネを隣にぴったり合わせて敷きます。床材のサネ部分の端にバリがある場合できるだけ事前に取り除いてから貼りましょう。しっかりはめ込めないときは一旦外して外した部分のサネを確認します。バリなどが挟まっていたら取り除きましょう。何も挟まっていなかったら前列を確認してズレや歪みを修正しましょう。次の列がはめ込みにくいことで歪みがわかるので1列目に歪みがあったらここでしっかり直しましょう。歪みをなくすことで楽にはめ込んでいけるのでより早く簡単に施工を進めることができます。基本的にハンマーを使わず手で押してはめ込み可能ですがはめ込みにくい場合はゴムハンマーで軽く叩いて段差がなくなるようになじませてください。あとは同じように貼り進めていきます。最後の1列を残して貼っていきましょう。最後の列は1列目と同じく長辺のカットも必要です。そのためにまず手前まで貼った状態からその手前の1列を一旦取り外します。最後の列の左右の端をカットして手前の列の位置にはめ込んで仮置きします。幅定規を使って仮置きした最後の列に線を引き1列目と同じようにカットしましょう。手前の列を敷き戻して壁際をカットした最後の列をはめ込みましょう。
床全面に敷いたら施工完了です。